はい、こんにちは。今回は道路外の施設または場所に出入りするため、やむを得ない場合において、歩道等を横断するとき、歩道等に入る直前で一時停止するのは、指定場所一時停止ではなく、歩行者保護一時停止だという話をしたいと思います。細かい話しすぎて動画にするのはどうかなという内容ですが、コメントで歩道や路側帯に入る手前では、とにかく一時停止さえすれば歩道や路側帯に入って進んでいいんだという方がいまして、それだと歩行者保護一時停止じゃないですよと言いたいのですが、細かすぎて伝わりにくい内容なので動画で詳しく説明してみます。道路交通法を先に説明しますと、第17条の1項で、車両は歩道等と車道の区別のある道路においては車道を通行しなくてはいけませんよというのがありまして、正し書きとして道路外の施設または場所に出入りするためやむを得ない場合において歩道等を横断するときはその限りではないとなっています。さらに17条の2項で前項の正し書きの場合において、車両は歩道等に入る直前で一時停止し、かつ歩行者の通行を妨げないようにしなければならないと書いてある部分の話ですね。車両は歩道等を通行できませんが、お店や施設の駐車場などに入るときには、歩道を横切らないと入れないので、歩道を横切るのは仕方のないことですが、その際には歩行者の通行を妨げないように、歩道等の直前で一時停止する義務があるということです。勘違いする人がいるので先に言っておきますが、歩行者がいようがいまいが、歩道等に入る直前では、歩行者保護のために一時停止する義務があるに決まっていますし、すでに一時停止してようがしてまいが、歩道等に入る直前では、歩行者保護のために一時停止する義務があるということを言いたいわけです。交差点の手前にある一時停止の止まれの標識等と一緒にする人がいますが、指定場所一時停止の標識等がある場所よりも、歩道等に入る直前の一時停止義務の方が厳しいという話です。止まれの標識等がある場所では、とにかく一時停止さえすれば、じりじりと進んで交差点に入り、交差点内では一時停止し、または徐行し、他車の正常な通行を妨害しないようにしなければいけませんが、歩道等の直前では一時停止し、かつ歩行者の通行を妨げないようにしなければいけない。ですので、歩道等の直前で一時停止したからといって、じりじりと進んで徐行をし、歩道上で歩行者の正常な通行を妨害してはいけませんからね。歩道等の直前で一時停止し、かつ歩行者の通行の妨害をしてはならないというのは、歩道等の直前で一時停止し、または徐行し、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。この一段階上の厳しい表現です。わかりやすい例で言うと、混んでいるガソリンスタンドに入るときなど、歩道の直前で一時停止したからといって、歩道のその先が詰まっているのに、歩道を塞ぐように進んだらダメということ。歩行者の立場から言わせてもらえば、あれ一番腹が立つやつですからね。歩道に入る前に一時停止したから、俺は違反じゃねえぞ。混んでる店が悪い。じゃないですからね。混雑している交差点や車道で渋滞しているのに、一時停止した後、じりじり進んできて、我先に右折や左折で入ろうとする車がいても、直ちに違反とはなりませんが、混雑している歩道で歩行者で渋滞しているのに、一時停止した後、じりじり進んできて、どけどけーと、我先に右折や左折で入ろうとする車がいたら違反ですからね。一時停止する義務が解除されるのは、歩道等を横断し終わるまで
歩行者の通行を妨げないことが確認できた後ということですよ。その確認ができてないときは、歩道等の直前で一時停止し続けないといけませんよ。交通取り締まりでも、止まれの標識等があるところで一時停止しなかったら、指定場所一時不停止の第43条違反ですが、歩行者の通行を妨げるように歩道の直前で一時停止しなかったら、法定横断禁止の第25条の2の違反ですよ。運転免許技能試験では、一時停止しなくてはいけない場所での減点項目としては、指定場所不停止、歩行者保護不停止、踏切不停止はそれぞれ別項目で即時試験中止ですからね。路上試験では、この3つの不停止は即時試験中止ですが、場内試験では歩行者保護不停止だけは減点項目にありません。場内試験コースとはいえ、必ず路側帯はあるはずですが、歩行者がいないのが確定だからでしょうかね。運転免許技能試験実施基準について、通達の PDF のリンクを概要欄に出しておきましたので、気になる方はよく読んでください。ということで、交通法規遵守派の私としては、やむを得ない場合に歩道等を横断する場合は、歩行者の通行を妨害しないため、歩道等の直前で一時停止義務を常に守っていますと、堂々と言えますよということで、今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。